はい、古き良きのチャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。今回はですね、こちらですね。はい。はい、名作の LL ビーンのボート&トートの、ちょっと変わり種といいますか、カラーがですね、カスタムされたカスタムカラートートですね、のご紹介となります。はい。はい、この、カスタムカラートートですね。カスタムトートとして、私がですね、もう今から10年以上前なのかな。大体ね、ちょっとオーダー履歴を見てみたんですけども、2010年ぐらいですかね、ちょうど。そのあたりにオーダーした、このビーントートになります。で、この当時ですね、米国のですね、LL ビーンの .com ですね、の方のサイトでですね、ウェブブラウザ上でこうカラーを選択したりとか、サイズとかですね、あとは細かなこうディテールとしてこうポケットとかハンドルの長さとかですね、このジップトップですね、ジップのこの、締めれるような仕様とか、その辺をですね、結構好きなように選んで、色はこうパネルごとにですね、いろんなパレットカラーがあって、そのパレットカラーから、選べるような、カラーオーダーのこのビーントートが作れたんですよね。で、その当時、そのブラウザで、選べるっていうのを知ったので、すぐにね、やってみようということで、この1個目を作りました。はい。で、そうですね。色もね、結構たくさんカラーがあって、本当にそのカラーがあって、そのカラーをもう各ボトムス、ここね、ボトムのとことか、サイドポケットとか、ハンドルですね、のリムのとことかね、もちろんボディもですよね。で、こういうジップトップとかですね。こういったものも、すべてその、選べたと。で、組み合わせも結構な、だから、カラーも多かったので、ちょっと、スクショが残ってたので、ありましたのでですね、ちょっと、それを、見てもらったらわかると思うんですけど、この、ね、このパネルごとに色を組み合わせるんで、結構なバリエーションで作れたと思いますね。で、私は当時ね、とにかくこう、クレイジーなパターンというか、ちょっとこう、色がね、パネルごとに全て違うようなものにしたいなっていうのがあったので、ちょっとこんな感じで作ってみましたね。はい。グリーンベースでね、ブラックで。もう一個ね、こういった、これもね、ちょっと、1、2年後かな、このグリーンの最初のものを作ってから、ちょっとしてから、まだやってたんでね、やれなくなったり、そういうオーダーができなくなったりしたらあれなんで、ちょっと気に入って使ってたんで、ロングハンドルっていうのもね、便利やったんで、ちょっともう一色作ってみようということで、このグリーンとね、ちょっとこう、合いの子になるような、コンセプトで、サイドポケットとかね、のブラックとか統一したり、こうハンドルのネイビーを一緒にしたりして、このボディとね、ボトムスとジップトップをちょっと色を、変えてみようというので作ってみたパープルバージョンですね。で、このパープルのボディ結構ね、この最初に作った時はこのパープルなかったんで、その時はね、このパープルボディが選べたんで、これにしてみたんですけどね。こちらはね、そこまでまだ使い込んでないんで、まだ状態すごいいいんですけどね。たまに引っ張り出してますけどね。はい。このカスタムトートっていうのは、どれぐらいかな。結構ね、古い90年代ぐらいからあるんだと思うんですけど、もっと古いね、ギザタグとか、
筆記体とかね、そういう70年代とかからあるのかどうかちょっと私わからないんですけどね。はい。まあちょっとディテールですね、この2つ、見てもらって。まあタグはね、これ2000年代入ってるんで、ちょっと別動画で見てもらおうと思いますけど、古いものではないですね。だからヴィンテージとかではないんですけどね。まあ、自分が、まあ、ね、カラーを出した思い出のある一品なんで、ちょっと見てください。はい。はい。では、ディテール見ていきたいと思いますね。サイドポケットがですね、つきます。これはハンドルのトリムの間につくもので、古いね、デラックストートとかもね、こういうのついてますよね。一般のものにはあまり使わなかった仕様だと思います。で、ボトムスは赤にしてまして、で、ベースをグリーンで、まあ、キャンバス自体はね、このボート&トートらしいしっかり肉厚な、堅牢なものになってますね。この辺の仕様はもう、通常のものと全く同じですね。はい。で、ハンドルはね、ロングハンドルにしましたね。はい。裏がグリーンのベースでネイビートリム。で、サイドですね、このステッチ周りがですね、全部白なんですよね。なので、カラーのボディ、ボトムスに結構白いステッチが効いてくるというような感じで、まあ、サイドもそうなんですけど、まあ、その辺も特徴にはなってくるのかなというふうな感じです。で、タグですね。タグはですね、当時の2000年入ってからの、まあ、刺繍のこのようなタグです。で、はい、ケアタグのようなものもメイドイン USA としっかり入ってるんですね。で、当時のですね、メールオーダーのキャプチャーちょっと残ってたので、見てもらいたいんですけども、ラージカスタムウォータートートが、36ドルですね。で、カスタム自体は0ですね。で、ジップトップが7ドルかかって、で、サイドポケットつけても2ドルっていう形で、まあ、トータルでもね、すごく、安価に作れたなぁと今から思うとね、やっぱり今ではですね、なかなかこの辺りの価格設定では、ね、こうカラーをカスタムできてっていうのでなかなかできなさそうな感じがするんですけどね。またぜひやりたいんですけどね。はい。で、フィッティングなんですけど、まあ、クレイジーカラーのトートなんで、まあ、あまりね、ウェア自体に色はあまり使うようなものは持っていかないようにはついついしてしまうんですけどね。キャップはフィルソンのロングビルに、ロングスリーブはヘンリーネックの、シャツですね。ちょっとこれメーカー何やったか忘れたんですけど、シンプルなものです。で、ボトムスが501のリーバイスですね。まあこれはもうUSA 製の普通の、2000年入るか入らないか時代のものですね。で、フットは、これはグルカサンダルですね、レザーのを合わせて、まあシンプルな形で、まあなんてことない、スタイルではあるんですけど、まあ楽な格好という形になります。はい、いかがでしたでしょうか。まあ特にね、もの自体は同じなんですよね。この大体2000年代とかのね、まあメイドイン USA ですけど、まあやはり醍醐味としてはこう色が、カスタムできて無限大にいろいろ作れたっていうのがね、あって面白かったんですけどね。はい。まあ、先ほどもちょっと言ったんですけど、まあ、ヴィンテージとかではないんですけど、まあ、大体ね、90年代とかにもたまにあるみたいですね。ファクトリーストアとかがあったので、そこでまあ、電話で本国でオーダーしたりとか、まあ、シートとかね、実際対面でこうカラーを選べたのかもしれないですね。そういったものがたまに、古着市場というかそういったもので見たりするので、詳細わからないんですけど、まあ、やっぱりビーンのね、LL ビーンのことなので、いろいろできたんだと思いますね。でも数はかなり希少だと思います。まあ、この2000年代入ってからのこのカスタムトートっていうのは割とまだ見ると思いますね、市場でも。今でもたまに出てきますし、まあ、結構ね、珍しいは珍しいと思うんですけど、出てきたらね、おっと思って見たりする時もあります。まあ、カラーリングとかがね、すごく、まあ、これはね、自分で作りたかった色で作れてるんで、あれなんですけど、まあ、出たとこ勝負でね、そういう中古のものっていうのはいろんなカラーがあるんで、
まあ、もしね、気に入ったものがあればね、皆さんもぜひ、こう、ね、タイミング良ければ手に入れていただけたらいいかなと思いますね。まあ、なんていうかな、まあ結構ね、こういった、カラフルなものになってくるんで、まあ私は、まあどっちかというと夏場にシンプルな、まあちょっと無地の T シャツとかね、まあそういったものに短パンにこういったものを、ちょっと肩から下げてフリマ行ったりとかね、まあその買い物行ったりとかするときにちょっと合わせて使ったりね、まあ車の中にちょっと荷物、ちょっと運ばないといけないときにどさっと入れて、使ったりはしてますけどね。まあちょっとこう、部屋にかけてても、まあこういった対になってかけててもちょっと絵になるのかなっていうのがあるんでね、物としてちょっと魅力があって好きなんですよね。はい。うん。まあこのトート、瓶のボートトートはね、やっぱり使い込むとこう、擦れてきたり、色味がこう、褪せてきたりね、ちょっと当たりが出て、まあこれはまだね、そこまであれなんですけど、やっぱハンドルのあたりはね、多少こう、やれてはきてるんですけどね。まあまだまだね、使える。特にこっちの紫はまだ全然、ちょっとまだまだ使える感じなので、もっと使い込みたいなと思っております。はい。まあ皆さんもね、この辺のちょっとこう、変わったものですね、変わったカラーリングのボートトート、見つけたらですね、ね、ゲットしていただいたらいいかなと思ったりするんですよね。まあ今後ね、またそういったカスタムトートみたいなのが、ね、本国でこうウェブ上でできたりするといいなと思うんですけど、まあおそらく、まあかれこれずっとそういったのがもうなくなっちゃってるんでね、まあそういったのが、今できるのかどうかちょっとわからないんですけども、まあそういうのができるんであればまたもう一個作りたいなと思う感じなんですけどね。はい。まあ、ヴィンテージのね、まあ、デラックストートとかね、まあそういったものとか、まあそういう古いね、タグがついたものも魅力的だと思うんですけど、まあ、2000年代のね、初めがあたりのこのカスタムされた、カラーリングのトートっていうのも、今となってはね、貴重で、結構、まあ、個性的なトートかなと思ったりもするんで、定番なんですけど、色がね、ちょっと個性を出せる、いい、まあ、面白いトートになってくるかなと思いますね。はい。まあ、今日はこんな感じですね。また、他のものもご紹介したいと思いますので、はい。まあ、また見ていただけたら嬉しいですね。はい。いつもありがとうございます。Thank you.